服部先生がやってきたのは四国山地の中央部に位置する土佐町。いや早明浦ダムね、いや素敵だな。四国4県にこの水はね回ってるらしいですね、このダムからね。早明浦ダムは吉野川の水をたたえる四国の水がめ。四国4県の農業用水としても使われています。この小さな山あいの町から土佐市を世界中へ広めている酒蔵があります。どうも。こんにちは、どうも。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。松本でございます。迎えてくれたのは6代目の松本宗樹さん。ここは明治10年創業、土佐酒造。これ蔵ですか。まさにね。昔ながらの酒蔵かと思いきや、これはね、ロッテルダム経由でイタリアですかね。イタリア行きですか。これイタリアのフィレンツェにグッチのお店がレストランがあるんですが、そこへうちのお酒が。さらにこれはイギリス行きですかね、ロンドンへ。それからこの辺がアメリカへ行くお酒ですね。土佐酒造の日本酒は世界46カ国に出荷。北はヘルシンキ、南はメルボルンと海を渡り愛されています。快進撃の始まりはこの一本、スパークリング酒ジョン。匠と書いてジョンと読む。地元の棚田で栽培した酒米で仕込んだ純米大吟醸です。口当たりも良くて飲みやすいですね。爽やかな感じで。これ泡が入るとさらにいろんな料理に合わせやすいというような。本当そうですね。このお酒が世界最大級の品評会でスパークリング部門の第1位を獲得。世界に認められた土佐酒造。快挙の裏には意外な経歴を持つ6代目の手腕がありました。小学校の時にたまたまテレビでね、ロボットでね何かやってるっていうのを見まして、強烈にそれに憧れまして、目黒にある東工大っていうところへ行ったんですが、そこで4類っていうところでもうロボットをやる学部に入ったんですが、で大学3年生の時かな、自分でなんか会社をしようと思いまして、学生の時に会社を始めまして。大学時代に起業しソフトウェア会社を経営していた松本さん。33歳の時、ふとした出来事で蔵を継ごうと決めました。東京でワインを飲んでるだけなのに、いろんなそのワインを作ってる人に会って話をするチャンスがいっぱいあるわけですね。おやおやと思いまして、うちも実家も日本酒の酒蔵をやってはいるけれど、自分たちのお酒を知ってもらうために紹介しに行ったことがあるんだろうかって、ただの一度もなかったんですね。なのでやってみたいなと。10年先、いや50年かかるかもしれんけど、50年先に地球の裏側で日本酒で楽しくね乾杯をやってるなんていうことがあったら絶対面白いねと。そうですよね。世界中で土佐酒を飲んでもらいたい、そんな夢を得た松本さんでしたが、実際酒蔵の状態っていうのはですね、なかなか悲惨な状況でして、当時日本酒のマーケットっていうのはずーっと右肩下がりだったんです。うちの主力商品も売り上げがですね、ピークから言うと3分の1以下になってたんじゃないですかね。いう状況で、どうやったら生き残っていけるんかなって考えましたが、海外のマーケット、これが当時年率 7% から 10% ぐらい成長してました。でもう一つが純米大吟醸酒も統計ではプラス 10% ぐらい伸びてるカテゴリーで、この2つをやらないとうちの酒蔵はなくなっちゃいますよっていう状況。海外市場への進出、そして純米大吟醸作り、これが酒蔵が生き残るための命題でした。ところがうちで作ってたお酒っていうのはあんまりいろいろなくてですね、ここにあるこの
地元向けに主に出荷していた今普通酒と言っているお酒と柚子のお酒、この2つぐらいですね。当時は普通酒と呼ばれる安価な地元向けのお酒しか作っていませんでした。これでは生き残れない。松本さんは純米大吟醸を作る大勝負に出ました。上側が 9.4 度っていうのが中に入ってる温度計で見ている。事業で成した材を投じ、細かな温度管理ができるタンクを導入。さらに地元の農家さんのもとに何度も足を運び、こだわりの酒米を依頼。経営者時代に培った即行動で蔵の改革に踏み切りました。そして純米大吟醸作りというのがもうなんとかどうにかこうにかうまくいきまして、通常教科書通りでは絶対にありえないような、もろみの経過をたどった、仕込みがありまして、そのお酒をこの青のお酒にしてみたら面白いんじゃないのかなというのがビビビッと降りてきまして、もうちょっとやってみようと。やってみたらこれがめちゃくちゃ美味しかったんですね。蔵を継ぐと決意してからおよそ3年、土佐酒造の純米大吟醸第1号が誕生しました。スパークリングにするアイデアは親友ジョンさんと飲んでいた時に思いつきました。世界のコンクールで第1位を獲得すると、チャンスを逃さず海外を飛び回って売り込み、持ち前の営業力で土佐酒造の名は世界中へ広まっていきました。松本さんが世界にこだわる理由、それはこの棚田のこれがそうですね。これ今田植え前に白柿をやってるところです。昔から棚田でのお米作りが盛んなエリアでして、この辺り走行がある棚田で450から650メーターぐらいあるんですが、昼間は暖かくて日当たりが良くて、夜はですね涼しい方がいいお米が取れる。寒暖の差がある。そうなんです。寒暖の差があるというのが一番ポイントでして、地元のお米で作りたいということで、その地域に何らかの形でご恩返しができたらいいなというのがありまして、地元土佐町嶺北地域に明るい未来を作りたい。海外に売り込む時もこの棚田の映像とともにその素晴らしさを伝えています。そして今回マリアージュさせる一本がこちら、慶月酒ナチュール。土佐町嶺北地域の棚田で有機栽培された銀の夢を使用。しっかりしたコクと華やかな香りが味わえる純米大吟醸です。本当ナチュラルですね、これは本当にそういう意味では果物の香りがしたりね、自然にスッと入ってくる感じのお酒を作りたくて。松本さん、慶月酒ナチュールに合う料理は土佐赤牛といいまして、酒蔵があります土佐町がですね産地でございまして、土佐町でその多くが育てられている幻の和牛とも言われる土佐赤牛。そのヒレ肉を豪快にステーキで。お酒との相性は本当にバッチリ合いますね。肉の脂がねそんな強くはないんですよ。それでね食べていて不思議に調和するんですね。何に合うかっていうのをやってみたいと思います。さあ服部先生、どんな高知食材と合わせましょう。手に取ったのはやっぱり土佐赤牛。高知の夏野菜とともに一体何を作るんでしょう。いざ実食。お肉ですね。肉みたいね。美味しそうやね。牛カツ？あとは野菜ね。美味しそう。美味しそうです。
土佐あか牛の牛カツ、夏野菜とともに。その作り方は棒状にカットしたヒレ肉に塩コショウで下味。衣をつけたら190度の油で揚げます。大吟醸なんですけど、非常にねフルーツの香りっていうものはね抑えられていて、飲んだ時にすっきりとしながら、そしてこの油で揚げたものもすっきり食べられるというね、そういうものですからいいんじゃないかなと。お肉に添えるのは夏野菜の素揚げ。見た目も鮮やかな牛カツ。ソースはとんかつソースに粒マスタードを合わせた服部流。いただきます。衣をつけることによって歯ごたえが加わるから、揚げた油と赤牛の融合が。お酒との相性は？お、いいね。合ってますね。お肉や野菜の揚げたのもお酒を飲むとよりなんか次が欲しくなる感じだし、ソースが合わんかもとソースが結構いい仕事しますね。お酒ってソース合わにますね。バランスがいいだと思う。バランスがいい。これしか合わないかもしれない。酒ナチュール限定かもしれない。土佐町嶺北の自然が育んだマリアージュ。さあ服部先生、次はどの蔵で会いましょう。